い、皆さん、こんにちは。鳥居のチャンネルです。今回はですね、宇宙刑事ギャバンの方をね、紹介していきたいかと思うんですけど、これはですね、ソフトビニール人形のバンダイさんのですね、ソフビです。海洋堂さんじゃございません。はい、これをね、昔発売された大塚企画さんの素体区にかぶしてね、フル稼働するようにして作って、なおかつ、はい、電飾もしております。はい、前からやってみたかったんでね、今回茨城に、出そうと思いましてね、今回ヒーローが、はい、コンペであったんで、その折に作ってみようということでね、やってみたものになります。はい。これね、このソフビは放送当時より後になった2011年に発売されたものらしいですね。足裏にね、刻印があるんでわかるんですけどね。はい。そしてね、このようにね、はい、ちゃんとね、目も光っておりますしね、レーザーブレードもね、光っております。はい。レーザーブレードね、もう、はい、知り合いの方、視聴者でもある知り合いの方からね、ぜひレーザーブレードって言ったんでね、ちょっと形は違うんですけどね、はい、なんとか再現してみました。はい、このようになっております。はい、ちゃんとね、電気も消えます。そしてね、電気はね、なんとね、このネオジムでね、スイッチ入るパターンでね、はい、後ろにネオジムやるとね、はい、電気ボックスがあって、ここでね、はい、ライトがつきます。そして、もう一回磁石を近づけると切り替わって点灯しますね。はい、そしてもう一回後ろに磁石持ってくるとスイッチが切り替わってゆっくりついたり消えたりするんですよね。はい、この3段階のね、光調整ができるという優れものがね、最近売ってるんでね、その LED のユニットを入れてあげました。はい、そしてもう一回後ろを置くと電気が切れます。はい。こういったものを使っておりましてね。はい。レーザーブレードなんですけど、ちょっと曲がってますね、根元ね。差し込むだけなんですけどね、入れた時のタイミングでね、ちょっと曲がったりもするんですけど、はい。このようにね、光ってます。はい。ルミライトですね。釣りの浮きとかで入ってたりするやつで、あと、寿さんもね、これ使った、ビームサーベル、ね、何色かパターンで1000円ぐらいでね、売ってて、今ちょっと入手はできない感じですけどね、売っておりまして、これをちょっとね、自作しました。はい。これからね、作っていくところをね、お見せしていきますよ。はい。右手にね、元のソフビの方です。はい。そしてね、これが大塚企画さんの素体区になります。宝のミクローマンとかね、あと変身サイボーグとかね、そういったのを思い出すね。変身サイボーグですね。どっちか言うとね。これを思い出すようなもんで、あと、はい。このようなね、服を着させるよっていうものになってます。はい。でね、これ肩入れるときがね、ちょっと大変かな思ったんでね、ギャバンのね、胸のアーマーはね、横でちょっと切り替えして、ちょっとはめるようにしてあげたんですけどね、後で。はい。これね、ギャバンバラバラにしていきます。腕とね、腰が回るいう、ソフビですからね、これをね、切り刻んでいきたいかと思います。はい。もうね、思い切ってここでね、デザインナイフでね、切れ込み入れてってね、全部をバラバラにしていきます。はい、結構ね、間違えて切らないようにやらないとね、いかんのでね、ちょっと緊張しながら切って、はい、こんな感じ、バラバラになりました。はい、そしてね、塗料の方をこう落としていきたいかと思うんで、次はね、塗料を落とした方のね、画像に移っていくんですけれど、はい、塗料を落とすときはね、シンナーにつけてね、落としました。はい。もうシンナーね、最近ちょっとね、入手がしづらくなってますけどね。はい。いつになったらね、前のように簡単に入手できるようになるんでしょうか。はい。そしてね、素体くん、服は着させずにね、そのままちょっとくっつけてみるとこんな感じです。はい。当時、ギャバンのプラモデルはもうこのね、後ろ出てたギャビオンしか出なかったですね。残念。はい。そしてね、はい。このね、目のところの、バイザーのとこなんですけどね。はい。レーザースコープですね。これをね、片思い、お湯丸ですね。で、切り欠きしたのをギュッと押し当てて、あとは UV のレジンを流して UV で固めたっていう。何タイプか作ったんでね、これ2つ今型作りましたけどね。こんな風ですよっていうことです。はい。でね、そのレジンの入れ方ですけどね、このように入れていきます。
はい。で、ちょっと左上見えてるね、白いやつと透明なやつだね。あれは目のとこをね、同じように複製したので、はい。ここにありますよ、言って見してます。はい。このようにね、入れるんですけれど、どうしてもね、気泡が出ちゃうんですよね。で、気泡はね、ちょっとね、嫌だなって思ったんで、はい。気泡を抜くのにね、はい。このように、真鍮線でね、ぐりぐりやってね、泡を逃がしてやりました。で、この後で UV ライト当ててね、固めただけという感じになります。そしてバリは削っていってね、カットして削っていって整えてあげました。はい。そしてね、ちょっとここね、固めるときに、はい、辛い位置にしたいんで、このようにね、はい、透明プラパンをね、押し当ててあげて、このまま、はい、UV のね、ボックスに入れてあげます。はい、UV のボックスですね。これも湯沢屋で昔買ったやつなんですけどね、まだ UV 生きてますけどね。はい、この中にね、入れてあげました。で、固めました。はい、そしてもう一つ、今度レーザーブレードを持たす手が欲しかったんで、それをね、パテで複製しました。同じようにね、お湯丸で固めた後でね、型取りした後でね、このようにウェーブのね、ポパテグリグリっと押し当ててあげて、こういう風にたい焼きみたいにしてね、はい、手をね、このように作ってあげました。で、バリをね、はい、カットしてあげて、あとは手の内側をね、削り込んで差し込めるようにしました。はい、手の平手の内もね、3ミリの、はい、穴を開けてあげるとね、ケミライトがね、刺さるんでね。はい、こんな感じですね。あとはまあ表面処理していっただけっていう感じなんですけどね。こんな感じで作っております。はい、そして塗装の方をね、見ていきたいかと思うんですけどね。まず V カラーのホワイトを塗ってました。ストックでね、ホワイト持ってたんで、黒地の上に黒塗ったらね、いまいちわかんないんでね。白い V カラーあったんで、ね、ソフビ用カラーです。で、今度はソフビ用の V カラーの黒をさらに塗ってあげてね。はい。このように下地作りしました。で、V カラー塗った上でね、あとはね、クレオスの落下塗料とかね、あと、これはメタルなんでね、ガイアの、はい、シルバーですね。スターブライトシルバーだったかな。はい、これをね、吹いていってあげてます。はい、やっぱメタリックはね、ガイアがいいですね。はい、V カラー下地で塗ってるとね、意外とね、落下塗料ってね、乗るんですよね、これがね。はい、若い頃ボークスのソフビをたくさん作ったことあってね、オリエントヒーローシリーズの、その時にね、V カラー使い始めたんですけど、ね、V カラー結構ソフビと密着性良くてね、いいです。はい。で、黒いところね、活かすためにはこういう風にマスキングしてね、はい、銀地を塗って、はい、使っております。そしてここ、目の中ですね、バイザーの中です。これもね、はい、UV レジンで作ったやつになりますね。はい、そしてね、はい、細かいギャバンって言ったらね、こういうスイッチみたいなね、いろんなボタンというか、まあ、なんて言うんでしょう。こういったね、まあ、胸のモールドがあるんですけど、筆塗りで、ラッカーですね。ラッカーの筆塗りでね、ポイント塗装をね、やっていきました。はい、もう配色はね、正直、覚えてないし、資料もそんなにないんで、はい、パソコンでいろいろね、探しながらね、はい、この色やな、いう感じでね、塗っていきました。赤、黄色、ピンク、緑みたいなね、そんな感じでね、塗り分けされてたかと思います。はい、顔のとこもね、こういう風にして塗っていきました。はい。筋彫りのとこはね、いつものはい、水性塗料のね、墨入れしていったんですけどね。はい、ここホワイトですね。はい、こんな感じでね、進めていっております。そうそう。あとソフビといえばね、ベンジンで結構ね、過素材抜いたりしてたんですけどね、最近のソフビってね、ベンジン付けしてもあんまり意味ないらしいです。昔はね、なんかそういった過素材使ってたらしいですけど、今、環境ホルモンとかの問題で、その手の過素材はね、ベンジンで抜けないタイプになってるらしいんで、なんか、
あんまりベンジン抜きって今意味ないですよっていうのを記事で読みました。はい。まあそう言いながらね、細かいところを塗ってるとこね、お見せしていってるんですけれどね、結構ね、この塗りがね、細かいの塗るのがね、楽しかったですね。はい。はい。で、この後でね、墨入れするのも結構楽しかったですね。はい。きました。はい。そして、はい。トップコートね、クリアをこのようにスプレーで拭いていっております。はい。大体私トップコートはね、スプレー缶使ってます。エアブラシだとね、塗膜が薄いんでね、ちょっと皮膜がちょっとこう軽く吸っただけでね、削れたりするんで、まあ、皮膜が厚くなるトップコートでね、大体いつも缶の方を好んで、こうね、こう細かくね、はい、なってます。はい。そしてね、電飾して様子見てるところですね。こんな感じでね、ああ、こんな感じになるんだ、いうふうにね、はい、試しておりました。はい。で、最初はね、弾丸型のこのね、LED つけようかなと思ってやってたんですけど、はい、ここ電池ボックスね、自作でこういう、はい、エバグリのね、このタイプの使ってみてたんですけど、人から紹介でこれ5本入ってる LED ですけど、まあ2本物に後で変えてます。これです。これをね、使うと、さっきの3段階のね、ライトのね、切り替えができるんで、それにしました。はい。でね、ザクーっとね、やったところがね、こんな感じでね、ああ、いい感じ。はい。そしてね、はい、レーザーブレードもね、どんな感じになるかな思ってね。はい、ケミライトじゃなくてミライトですね。ケミライトって言ったらペキって折る方でしたね。はい。で、試して、あ、いけるわ、いう感じでね、見てました。そしてね、関節、肘とかね、膝とかのね、関節ひだひだの、あれどうしようかな思っててね、湯沢屋で布買ってきました。ポリウレタンのね、布で銀色のがあってね、色合いもすごくね、似たのがあったんで、はい、これ1個300円ぐらいだったと思います。梅田茶屋町の湯沢屋まで行ってきましてね、はい、布買ってきました。300円ぐらいなんでね、うん。でもまあね、ちょっとだけなんで、これ結構 A4 番ぐらいの大きさはあったかな。はい、たくさんあるんでね、余ってますけどね。これを両面テープで貼ってったらいいだろうっていうことでね、はい。広げて、はい。まあ、刺しでね、どの辺切るかね、はい。毛がいてね、ハサミで切っていきました。はい。直角定規出してますけどね。はい。もっと長いの使えばよかったんですけど、なんか手元にたまたまこれやったんで、はい。鉛筆でね、切る線を書いていきましてね。はい。ハサミでジョリジョリと切っていきます。はい、ハサミがね、もうすぐ出てくると思いますよ。はい、なんかジョリジョリと動いてますけど、はい、ハサミですね。はい、切りましたね。はい、そしてね、必要な長さ分のとこまでね、ここまで切ろうって印つけてね。はい、で、カットしちゃいます。そして裏に両面テープ貼っちゃいますね。はい。まあ、同じ長さですね。左右ね、膝のところね。はい。これがね、カットした布になるんですけど、はい。この裏にですね、両面テープ貼ってます。はい。3M のね、両面テープでね、結構きつめのやつ使いましたね。はい。画角からちょっとね、外れててごめんなさいですけどね。はい。このように貼りましてね、1ミリ幅でカットしていきます。はい。プラパンのね、1ミリのプラパン圧当ててね、まあ大体この辺で切ろうかなっていうのを見てますね、今。はい。そしてね、直角定規当てて、はい、カットしちゃいます。で、切り切れないんでね、あとハサミ入れてカット。はい。そして膝にね、こういう風にね、順番に当てて貼り付けていきました。はい。こんな作業ね、ちまちまとね、いくつもいくつもカットしていきましたね。はい。
構ね、こういった幅とか切るときね、私こういうふうにプラパンの板当ててね、1ミリ出したりね、2ミリ欲しいときはプラ角材のね、2ミリ当てて、3ミリ欲しいときは3ミリの角材当ててね、アバウトでカットしたりします。はい。2つ目も貼りました。これをね、地道にね、全部やっていってね、今あとラスト辺のね、肩のところ、肘のところですね。肩から肘にかけたところをね、貼っていっておりますけどね。はい、細切りにしたね、布がこんなにあります。これつけるのにね、接着剤使うとね、素体くんの布がね、どういう風になるかちょっと怖かったんでね、後で軽変して、接着剤のせいでね、ボロボロになったりするんじゃないかのが怖かったんで、はい、このようにね、両面テープでつけていきました。あとね、首もあるんですよ、確かこれ。そうそう。はい。動画編集しててね、思い出したんですけどね、ちょっと首のところが大変だったかなっていうのを思い出してきました。はい。だから、5箇所ですね。左右の膝と左右の肘と首。はい。それをね、こんな風にね、貼ってきました。はい、頭のところでね、首、今言ったとこまだ貼ってないんですけどね、この後貼るんですけどね。はい、で、電飾のLED チップはね、これ、パテのところにね、埋めててね、はい、ここにね、入れてますよ。3ボルトのね、はい、電源が入っております。3ボルトのボタン電池でね、これが入るぐらいのって言ったらね、キットに入るぐらいの言ったらね、日本の規格じゃなくて海外規格らしいですね。知り合いから聞いて Amazon で買ったんですけどね。はい。で、電池自体もね、Amazon でも買えますし、日本橋でもね、売ってます。日本橋のね、電気ショップ屋さんでね、戦国さんとかね、ああいったところで売ってるんでね。はい。一応3ボルトのね、リチウム電池、そのあたりでちっちゃいのを入手することは可能です。はい。日本のはね、ちょっと大きいんですよね。はい。ボタン電池でもね、リチウムじゃない方のはね、1.5ボルト2つ入れて3ボルトで LED 光らすとかね、そういったことせなあかんのでね。はい。弾丸タイプの使おう思った時、それでちょっと背中に入りきらんのでね、スイッチまで入れなあかんし、そこでね、ちょうど知り合いから先ほどの LED ユニットいいの教えてもらったないう感じで、はい。あれ確か1個の LED から5個ぐらいまでいろいろなんかバリエーションがあったと思います。はい。私これで使うやつはね、2本の使ったんですけどね、それをつける前に撮ってたのが5本知り合いからいただいたものを、写してたわけなんですけどね。はい。今ね、着させていってますけどね。はい。着させるにもね、このプロテクターの裏側にも両面テープ貼ってね、はい。上から貼ってあげました。で、胴がね、どうしても、服のせいでね、腹部のちょっと下の方にね、なっちゃうんですよね。そこがちょっと、素体くんのね、ちょっと兼ね合いの悪かったところかな。はい。そしてね、首周りのね、このパテが見えてしまうところはね、黒くちょっと塗ってね、ごまかしちゃってます。はい。塗ってる塗料はね、いつもの下出るカラーでね、塗っちゃいましたね。確か。はい、首周りのね、布を貼っていってます。はい。ちょっとね、画角から外れてるところもあってね、申し訳ないんですけどね、こんな感じでね、はい、貼り付けていきました。はい、結構細切りですね、1ミリですんでね、これを何本か用意してね、首に貼っていきました。はい。ちょっとね、3本ぐらい余るぐらいだったかな。はい。もう結構アバウトでやってたんでね。はい。両面テープのね、台紙を外してますね。はい。これでね、上からかぶしてあげてね、横のラインに沿ってね、切ってあげたんですけどね、本当はね、かぶしてね、あんまり開かないようにしたかったんですけどね、どうしても仕方ない。肩をね、入れるのがどうしたらええんかないうのがね、よくわかんなくてね、はい。どうしてもあとはね、背中のジッパーのね、せいでね、ちょっと膨らむんでね、横が
ちょっと割れてしまうんですけどね、もうそこはもう仕方がないということで。はい、こんな感じでね、つけました。で、背中の裏側ね、今つけてるのはね、普通の、3M じゃない両面テープつけてたんですけどね、茨城本番の時はね、3M のやつに変えてね、もうちょっとしっかりつく両面にしてます。はい。そして手はもう刺すだけですね。はい。首からしてもそうなんですけどね、刺すだけっていうのが素体くんの作りになっております。はい。布を折り曲げてね、手を入れてあげてくださいっていう風にね、説明書にもあったんで、こういう風に差し込んであげました。はい。これでね、出来上がりなんですね。はい。ギャバンね。はい。これね、実は作り始めたのはね、大場さん亡くなる前だったんですよね。で、作ってる最中で、はい、ご不幸を聞いたんでね、マジかよって思ったんですけどね、本当にね。はい。でも、なんとか作り上げてね、はい、よかったかと思います。あとはね、ギャビオンの方をね、作って、あと、酒持ちに出そうかなとギャビオンを持ってます。大体できてるんですけど、あともうちょっとギャビオンの方はね、汚し入れたいかなと思ってます。はい。で、茨城の方はね、賞まで取らなくても、いつも、はい、参加してるんですけれど、はい、賞取るんやったら背中にね、爆炎つけるとかね、なんかね、ただ単に突っ立たしてるだけじゃなくっても、はい、一二つ工夫はいったかなっていう、ちょっと反省はしております。はい。でもね、賑やかしで参加はね、いつもコンペはしたいと思ってますんでね、またね、来年の茨城の方でもね、何かコンペ参加しようと思ってます。今回もありがとうございました。